日はナスのかば焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスのかば焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ナス丸ごと1本使ったご飯が進む簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回ね、かば焼きということでうなぎ風のかば焼きに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、小ネギ、お醤油、お砂糖、みりん、料理酒、ご飯。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスなんですけれども、今回中ぐらいかな、そのぐらいのナス1本使っていきます。小さいナスの場合は2本ほど使っていただいてもいいかなと思います。味付けはですね、ベーシックなお醤油、お砂糖、みりん、料理酒、こちらの4つで作っていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにね、小ネギを切っていきます。こちらはトッピング用です。はい。根元を切り落として、そして半分に切ります。あとは切り口を揃えて切っていきます。はい。小ネギの準備はこれで OK です。こちらはですね、もうすでに切ってあるものもスーパーに売ってるので、手軽にそちらを使っていただくのもいいかなと思います。続いてナスです。ナスはまずね、ヘタを切り落としてください。このように斜めに切っていただくと、無駄なところがなく切り落とすことができます。このようにヘタを切り落としてください。そしたらですね、続いてこちらのナスをしま目むきしていきます。そうすることで味が馴染みやすくなるのと、あとナスの皮の程よい食感を残しつつ、かつ歯切れの良い仕上がりにすることができます。もしね、皮が苦手だなっていう場合は全部剥いていただいても大丈夫です。では剥いていきます。はい、こんな感じでしま目むきにしてください。そしたらこちらを縦半分に切ります。はい、こんな感じ。そしたら耐熱容器を用意してください。ここにナスを並べます。こんな感じです。そしてふんわりラップをします。そしたらですね、こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。すごくね、器が熱くなってるので、やけどしないように注意してください。ラップを外します。この時もね、蒸気が出てくるので、やけどしないようにね、外してください。このようにナスがしんなりしてれば OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずね、フライパンに調味料を入れていきます。まずお醤油、そしてお砂糖、みりん、そして料理酒。これで火にかけます。火加減は弱めの中火ぐらいです。これで一度混ぜてお砂糖を溶かしてください。はい。で、お砂糖が溶けたら一度火を止めます。そしてですね、こちらのナスのこの切った部分ですね、切り口を下にしてフライパンに置いてください。はい。そしたら火にかけます。このまま弱めの中火でだいたい5分ほど加熱していきます。はい、今ね、5分ほど加熱しました。そしたらナスを裏返してください。裏返したら火加減は弱火です。さらにですね、裏返したら箸でこのね、ナスを少し裂いてください。そして味をね、染み込ませていきます。箸でこうやって裂いて少し広げていくイメージです。この時思いっきりやりすぎないように注意してください。はい、こんな感じ。このように裂いてください。そしたらあとはスプーンを使ってこの表面にタレをかけていきます。はい、このようにとろみがつけば完成です。こんな感じでトロトロに仕上がりました。だいたいトータルで7分から8分ほどですね。ナスが柔らかくなるまで加熱してください。それではご飯にのせたいと思います。はい、これでナスのかば焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後に小ネギをトッピングして、あとは山椒を少し振りかけました。こちらはお好みで OK です。こんな感じでナスがトロトロで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。うわー、ナスがジューシーですね。ではいただきます。ナスがトロットロです。そしてね、しっかり味がついてるのでご飯が進みます。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスのかば焼きのポイントです。まずナスなんですけれども、ナスはヘタを切り落としたらしま目向きに剥いてください。そうすることで味が馴染みやすくなるのと、あとはナスの皮の食感も楽しむことができます。そしてしま目向きに剥いたら縦半分に切って、その後電子レンジで加熱してください。このように最初に加熱していただくことで時短ができるのと、あとはトロトロのナスに仕上げることができます。そして加熱し終わったらフライパンに調味料を加えて、そしてナスの切り口を下にして火にかけてください。火にかけたら弱めの中火ぐらいでだいたい5分ほど加熱してください。そしたら一度ひっくり返して、ひっくり返したら菜箸で表面を裂いて、そしてしっかり味を染み込ませてください。そうすることでしっかりナスに味をつけることができます。そして菜箸で裂き終わったらスプーンでタレをすくってかけながら加熱してください。ナスをフライパンに入れてからだいたい7分から8分ほど加熱していただくとトロトロに仕上がると思います。あんまり加熱しすぎてしまうと今度は味が濃すぎてしまうので注意してください。今回ね、結構味がしっかりついてるのでご飯と一緒に食べてちょうどいい味の濃さになります。ナスの大きさによって個数はね、調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスのかば焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。